宇良、大阪府出身木瀬部屋、伯乃富士、鳥取県出身伊勢ヶ濱部屋、平戸海、長崎県出身境川部屋、豪ノ山。そうなんですか。そこからもう一回思うかどうかで悩んでました。そういうことか。待ってましたね、1年。で結局はもう思わなかった。思わなかったですね。満足した。まあね、もうずっとね、金メダリストという称号がついてまいりますが。さあ土俵上最初の一番です。朝紅龍と大青山。初めての幕内では対戦ですが、一昨年十両では対戦がありました。一度だけ押し出しで朝紅龍がこの時は勝っています。行司が木村庄三郎です。突っ込んでいきました。朝紅龍得意の左が入りました。下手投げ、大きな大青山を転がしました。朝紅龍4勝4敗、大青山3勝5敗となりました。じゃあこれ藤井さんタッチペンでいいですかね。行きましょうかね。朝紅龍のね踏み込み良かったですよね。はい。まあ持ち味のね立ち合いのあれ出口さん、柔道もね、相手に圧力をかけて技を仕掛けるっていうことになるんですね。もう駆け引きみたいな部分もあるので、今よくいなしたなと思って見てましたね。いなすというね。思いますが、ただ対戦成績がいいので自信は持ってると思います。そうですか。はい。頭を下げて前傾で、引く技もありますが獅子、それから金峰山は今場所突き起こして、四つになる相撲も増えてきています。木村朝之助が合わせます。獅子の例によって頭を下げるスタイルです。上手を先に引いたのは金峰山。右四つがっぷり、攻めが止まらない。ここで動きが止まるか。両回しを両者が引いています。これがっぷりという、そんな表現を大相撲界ではします。出るのは獅子ですが、体を入れ替える金峰山。力勝負、寄り切りました。引き付け獅子7勝目を挙げました。リアクションいきましょう。はい、では赤津さんの登場です。いいですね。昨日ちょっとね取り上げたら負けちゃったんでね。そうですか。申し訳ないなと思ったんですけどね。安倍さん余計なことしないでくださいってね。いやいや、しかしとてもいい相撲で勝ちました。先場所が終わった直後に左の肩内視鏡の手術を、結構痛かったみたいです。膝は韓国のホ・ミミですね。そうですね。相手の指導によって結局金メダルになったわけですが、それでもね大変な試合だったと思います。オリンピック中ってね、痛み止めだこと。受けたのが一馬でした。突っ込んだ錦富士、得意の左四つになりかけています。右の上手を取ればもっと錦富士十分になりますが、一馬の重い腰、体重200キロを少し超えています。錦富士の身長です。土俵の中に戻します。巻き替えに来ましたが離れた。突き落としました。一馬が勝ちました。錦富士2敗となります。これはもう一馬の重さしのいでの逆転、相撲もできますよね。はい、押し相撲十分取れます。考えてますよ。錦富士ここまで
最高にいい攻めですけど、これ止まってる時って何考えてるんですか？追っつけていこうか、回し取っていこうかとか、いろいろ投げとか足技蹴っていこうかとかですね。下がって、は下がったから崩されて、い、たってからの、はい四つ身、はい非常に良かったですよ、悪くないですね。ね。これでいけるのかなって大先輩なんか3人で100何十人前って焼肉で食べてました。何十人前、はい、そういうなんかお店も困りますよね。もうお肉ないですってなりますね。ちょっとね、最近こう動画とか YouTube で見てると、はい食べれば強くなるっていう感じの動画が多いんで、私から見ても稽古してください。そうですよね。今ただ一人の関取ですが、御嶽海まだ今場所白星がありません。7連敗中、対戦相手武富士が好調6勝1敗というこの2人の対戦です。式守鬼一郎が合わせます。出足止めれば武富士ですが、一旦止まったか。止まりました。上手を引いて武富士、足投げちょっと呼び込みました。呼び込んでしまいました。御嶽海、初日がようやく出ました。出口選手で本当です。中身で初日知りてたかな。今日から毎日来ていただきたいという。本当ですかね。いや、こうちょっと昨日までは何だったんですかね。今日はね、辛抱しましたしね。この相撲を見て、これあれですよね。御嶽海が武富士の状態を上げて、このままヘリにずっとプレッシャーかけて、でここで一回崩れますよね。この後に。武富士ってどっちかといったら自分がパッて瞬発力でいく相撲なんですけど、逆に出てきたんで、びっくりしてるんですよ。今のだって見切ってましたよね。多分御嶽海前に落とされること。全く自分と想像と違う。私は全然勉強しなかったので。いや本当ですか。そんなことはないと思います。本当に。さて土俵に朝乃山が上がってきました。大野勝との対戦です。朝乃山ここまで5勝2敗です。右四つに組み止めれば、力を発揮している朝乃山です。左の足首の状態が良くなりません。昨日から行司の式守金太夫が右のふくらはぎを痛めて休場していますので、行司が少しずつずれてきましたが、ここで、土俵上に木村要之助が上がって、式守鬼一郎ですね。鬼一郎が上がっています。左四つですが構わずに攻め込みます。しのいだ。大野勝がしのぎました。それでも攻め続けました。寄り切り朝乃山6勝目。左四つに拍手をしましょうか。今日は得意の右四つではない、左四つ。この腰の位置もいいですしね。朝乃山の組んでからやりましょうかね。で、今日はこの左四つで攻め込みましたが、出口さん右組みでしたね。私右組みですね。右組みで、左組みでもできるのはできるんですか。いや、左組みはできないですね。道着をちゃんと直さなきゃいけないというルールになりましたね。そのあたりがね厳格化したのかもしれません。そうですね。いや、相撲は出口さんおっしゃったようにね、回ししかないから、ここの取り合いのね、量があるんですけどね。足を緩めていいっていうのは緩めていって、緩すぎて外れてしまったら、そうですね。テレビ的にもアウトですもんね。テレビだけじゃない、合法的にダメです。ダメですよね。アウトですよね。反則負けになりますからね。反則負けになる。さて、阿炎と千代翔馬、阿炎の攻めでした。一方的に千代翔馬が引いてしまいました。こういう相手には阿炎でまっすぐ来るんですよね。そうですね。両者何やるかわからない力士なんですよね。千代翔馬も左上手取り変化したりとか、阿炎も突っ張るんだけども引いたりする、こういう駆け引きがうまいんですけど、こういう時は全然何をやるっていうのもなく、両者なんか素直な相撲ですよね。今までくせ者なんだけど、くせ者同士がやると本当シンプルですね。今出口さんがお話したように。シンプルな相撲ですね。
やっぱ柔道って走るの？走るの大嫌いです。うわそう走る必要ない。泳ぐのも？泳ぐのも泳げないですよ。もう泳ぐ必要ないんで長野見たら。必要ないな。確かに必要ないです。もう必要ないっていうか諏訪湖泳がない限り。いや今プールはありますからね。いくらなんでも。もうなんか嫌いでしたね。さあ栗生2勝5敗同士の対戦です。両手いて。木村要之助が合わせます。踏み込んだのは浅野栗生の方でした。しかしそれではこうして頭を突き合っての蹴返し決まりました。翔猿の足が飛びました。狙ってましたね。もうこのね足が見えていたんですね。立ちていきましょうか。はい。ね。うまいうまいね。足揃ってないから立ち遅れじゃないですよ。わざと相手を呼び込んだんですよね。はい。見えなくてもどちらかが動いたら足とかこうかけたりいろいろやられないんです。やりますやります。今のあの状態だったら私も同じ技かけてたと思います。小打ちっぽい足払いっぽいやつ。藤井亮がね型を考えると当たっていかない限りは懐に入って前に出るような相撲ですからね。多分引っ掛けたり外から嫌って離れようとするのが正代だと思う。あまり良くないようです。ここからは行司がいつもの並びになってきました。木村秋次郎が土俵上です。おっといなして勝ったのは怒ったもう決まったかと思いました。もう一度上手出し投げ正代が勝ちました。いやよく藤亮が残しましたが、その後も正代が続けざまに技を仕掛けました。当たり悪くないですね。正代も右から攻めてもう手ついたのかな。つきましたか。ちょっとついていたかもしれません今の。どうしてかって藤井亮がそういう動きしてるので、なるほどね、多分潔いから残っちゃいますよね。そうね。勝ったと思ったでしょうかね。これは一番解説難しい。ただいまの決まり手は上手投げ。どうなっていくのかなっていう不安とね、あとお客様いないのにこれだけ頑張るっていう力士たちすごいなと思って。私なんか多ければ多いほど頑張っちゃう性格なんで。ね、どうですか、出口さん。いや、何も見えないタイプですね。はい。そうなん、でもそうですよね。やっぱ声援あった方がいいですよね。盛り上がり。さあ土俵時間です。藤青雲と狼雅、この立ち合い前はシーンとなります。左前回し、いい位置を引きました。外掛けから崩そうとしました。ここで狼雅も上手を引きました。いい上手です。逆襲。絞りました。上手投げ。狼雅の勝ちです。ここはしのいで左の上手を引いてから体勢逆転しました。どこがポイントが分かりますか。ポイントですか。はい。前半戦は藤青雲がもう抜群な攻めです。見ていいですか。見ましょう。これ先に左上手ですね。そうですね。確かにいいとこ持ってますよね。で状態も上がってるし、狼雅。ここで足でもよくこれかわしましたね。ここから刺して下がりましたよね、状態が。前後ろ。どういうことですか。あまり白星が伸びませんが1勝6敗ですが。昨日で宇良が幕内出場500回というもう500回を数えました。ただ高安戦はこれまで5対5で、そのうち宇良が2度伝え反りで勝った相撲、珍しい伝え反りですが、藤井さん肩の筋肉が落ちている技を見せることがこれまで2回ありました。宇良って人気ですよね。人気ですね。高安も大人気ですが。つけながら上手を切りました。高安の左のかいなが帰ってきています。しかし今日は宇良が攻めます。足を取りに行った。足を取りました。
勝ちました。2勝目、高安6勝2敗となりました。すごいですね。右手で足を取りに行きました。おっつけが良かったんじゃないですか。右からおっつけてね、当たってからおっつけで、もう取れないんで裏は、今ここ行きますよ。これをつけて基本をつけてから回し取るっていうね、リズムの攻めですけど、回し取って相撲取れないですよね、あんまり。だから高安も回し切りのうまいですけど、逆にこういうスタイルの方が裏強いんですよ。もともとレスリングやってた力士なので、いろんなね、ここでこう肩車で担いでいこうとしたんですけど、相撲はそれをやると首が折れたりするので、でも最初は分からないぞね、早くまた戻ってきてほしいと思います。さあ、こちら欧勝馬2勝5敗の成績です。今回3位です。レスリング経験者ですね、欧勝馬。そう、欧勝馬はレスリングですね。こちらの力士、こちら欧勝馬、若元春はこちら3兄弟の真ん中、3勝4敗です。今日若元春突っ張ります。ここで左を差しに行くかと思いました。突き放して吐いてまた突き放して、ここで左が入りました。ただ体勢は欧勝馬の太い左腕が入っています。上手から出し投げで崩しました。欧勝馬が勝ちました。突っ張って頭当たっていくっていうのは一連の動きいいですけども、やはり欧勝馬としてはそれが効かないっていうことですよね。やはりどうしても下から下から行くんじゃないので上から行っているので、欧勝馬としてはレスリングスタイルの相撲も取れるんで、残せましたよね。で左から差していったのも良かったですし、十分な体勢ではなかったですかね。だって突っ張ってね、腰が悪いんでね、ちょっと本当に苦しんでいますけども、ただこの攻めは、よくは見えるんですけども、ここ残せるってことは相手に効いてないんですよ。なのでこの攻めよりもやはり、得意の四つになるのがやはりいいんではないかなと思うんですが、ただ腰が悪いからちょっと力入んないですよね、これだけ大きい力士に対しては。だんだん慣れてきて、で最初このね志子が注目されていたんですが、やはり相撲もね注目されるようになって、いいですよね、実力ともに。6勝1敗の成績ですが、ただこの6勝がすべて攻め込んでね、自分の方から攻め込んで、なんかそういう話してたような感じ聞いていたので、兄弟でね、関取として、兄はもっと上の今関脇というチーム、琴勝峰いるんです。こちら琴栄峰で弟の方です。23歳若いですよね。これからですもんね。23歳は若手になります。若手ですね。一気の相撲でした。7勝目を挙げました。これはもう一山本の株を奪う押し相撲で一気に攻め込みました。取る前の立ち合いの手のつき方いいですよね。一山本の、ね、タイミングで立たない立ち合いで、先わざとパッて早く立ちましたよね。最近両手きれいに交渉をしました。右からねこう肩から当たっていくんですけど、すぐこう巻き返すっていうね。出口さんも一緒に地元のあれを入れてたりしますもんね。かなりね、ふるさとのね、修羅の海というのも沖縄だなと分かりますのでね。制限時間いっぱいとなりました。ひらがなの「の」を使っているのは現在幕内は大の里、横綱と隆の勝、この2人だけです。前回し切れた。しかし美ノ海が攻め込みました。押し出し美ノ海、これまた豪ノ山のお株を奪う、そんな攻めでした。一旦左の前回し取りに行きましたがすぐに切られます。でもそこからは突っ張って攻め込みました。タッチペンいきますか。はい。ただいまの決まり手は押し出し。スタートしてください。
当たって左ですね。これを取りに行くストップです。ここですよね、はい、これ両者当たりが強いからですね、簡単には取れないんですよね。豪ノ山も突き放してますよね、はい、ただこの左のここの動き、この脇の下に手をあけぼのさんも220、30ぐらいありましたもんね。すごい人たちだったんだなと。その分でもやっぱ筋肉も多いですもんね。ただの脂肪じゃなくて皆さん筋肉隆々の中のその体重ですもんね。さて吉野富士、藤ノ川好取組です。3勝4敗同士ですが、とても楽しみな一番です。立ち上がりでいきました。捕まえたか、美ノ海が失礼、吉野富士が今捕まえようとしていますが、外掛けに無理やりいきました。ちょっと高い、下手から振って、今度は外掛けは吉野富士でした。押し倒しました。吉野富士勝って4勝4敗、互いに足をかけに行きました。これはアクションやらないとまずいですよ。ちょっと強引です。昨日からね、藤ノ川強引ですよね。昨日は変化したんで多分怒られたと思うんですよ。でも今日は当たっていくぞって気持ちで、当たっていってますよね。でどうにか上手取りたいからと言って、でもね、普通外掛けでこれ上手取れないですよ。藤ノ川だからできたんですけど、やっぱりそこはね、どうしても取れたからといって吉野富士もうまいですから、逆に外掛けいってください。そう、これ外掛けで返されましたよね。小さい人に内側に入ってなんか投げよう、攻めようとした時に入ってしまったんで、そこを外掛けかけて、外掛けをかけていくっていう、この吉野富士の相撲センス、こう抜群です。見ててうまいです。はい。最初に外掛けに行ったのが藤ノ川で、ちょっとこの外掛けの土俵下には今霧島と対戦する熱海富士も入場してきました。好取組が続きます。今日は6勝1敗から7勝目を挙げたのが獅司と琴恵光、2人が7勝目を挙げています。下から耐えている青錦、ちょっと引きました。そこに出ていきますが、左を差しに行きながら押し出しました。青錦勝ちました。足が痛いかもしれません。ちょっとね、離れた時最後ですね、踏ん張れなかったですね。勝つには勝ちましたが、最後バランスを崩してしまいました。右に振られた時は良かったですけど、最後左が持たなかったですね。7勝目を挙げましたが、また今日は特に勝った後に左の足首気にしています。突っ張り作業もいいですよ。アクションいけますよ、この時間ね。行きましょうか。ただいまの決まり手は押し出し。青錦はね、左ですよね。左手をよく使うんですよね。で本当に高野さんもいい突っ張りでしたけど、突っ張りをかいくぐりながら、やっぱり相手の顎を常に正面を置いていくんですよね。でここ土俵際まで下から下から下から絶対に体勢を崩さず、右で振られた時は足良かったんですけど、最後ちょっとやはり左足悪いんですよね。体勢崩して危なかったですけど、常に正対して動いて下から攻めるっていうのがこのレスリングスタイル、と相撲が合わさったいい技ではないかなと思います。いや、内容としてはとてもよかった今日のまた青錦ですが、最後ね、確かに小指を骨折して、ちょっと調子悪いんですけど、でそれで出てきてるんですけど、そう骨折とその後足首の捻挫もありましたので、これちょっとかなり厳しい状況なんですね。明日大野里戦が組まれました。
まあでもね、大関戻るにはあと3勝ですから、そう耐えなければなりません。まあ本人はね、師匠もそうでしたが、安治川親方もいやいや10勝っていうんじゃなくて、やはり優勝を狙うというそのぐらいの気持ちでいかなければという話はしています。この足の状況でこれから後半戦、伯乃富士西の前頭3枚目、実は解説の花田さんも西の前頭3枚目で11勝4敗の好成績を挙げて審査員昇進を決めました。同じ番付です。いいです。はい、時間です。手をついて動きました。いやいや、時折あります、伯乃富士。首の後ろに一発入ってますかね。ちょっとフラフラしてると思うんです。琴勝峰は5連敗となりました。注文相撲、いわゆる左に動いての一発でした。ただいまの決まり手は突き落とし。すぐ立ち上がらないでしょ。多分フラフラって、そうですね、はい、脳が揺れてる。テレビで見るとそう大きく見えないですけど、実際大きい人が。霧島もここは花田さん大きな、ね、関門になると思います。まあまあ今場所は全部だとは思うんですけども、ポイントとしては、倒したい相手ですよね、横綱になる、ならば、直近では今年の春場所、熱海富士が攻め、霧島はちょうど150キロ、幸之助が合わせます。手をついて踏み込みましたが右四つ、これは熱海富士力が出ますがもろ差しになりました。霧島が勝ちました。寄り切り、霧島7勝目を挙げました。熱海富士が左にちょっと捕まえたかと思いました。肩の力抜いてたんでしょうね。ちょっと会場から笑いが不安なんですけどね、やっぱりだと思いますよ。もろ差し狙ってましたよね。霧島は、まあここ上手取られてからも落ち着いて逆転していくというか、ここまでは行かせていいけど、怖いな感じです。15日間ですか、毎日。そう毎日一番ずつ取らなきゃならないですからね。毎日試合なんですか。もちろんそうですよ。半月、まあ柔道のように長いね、何分間取るわけではないですが、すごいこう凝縮された一瞬一瞬じゃないですか、相撲って。柔道もね、稽古場からふるいにかけられてますよね。確かに。でもそうですね、他の相撲も一緒ですよね。生き残ってっていうか、それがもうここにいるわけですね。さあ時間です。突っ込んでいきました。叩きに行きましたが大丈夫でしょうか。左前回し、平戸海がまた形を作ります。また今日も苦しい体勢、引き落としました。琴櫻勝ちました。連敗を止めました。されないようにしようとしてね、平戸海が腰引いちゃってるんですよね。そうですか。全然全ての動きは最初から平戸海いいんですよ。でもこれ大きい体だから残せて、そこにただもう体重かけてるだけなんですよね、大関ね。前へ攻めてもらいたいですよね。そうですね。まあ平戸海も得意の形をこう作り、ここね、腰引いちゃいますから。なるほど。ここね。まあこう腰引いたら足揃うんで引きやすいですよね。決まり手引き落とし、こういう形でも引き落としという大きい体だからこの引きできるんですよ。小さい人投げ技が得意なんですね。
花田さんどうですか、豊昇龍の膝を痛めてはいるんですが、昨日、一昨日の怪我なので昨日は苦しかったと思うんですけど、この動きを見ていると動けてるのかなっていうふうに思いますね。豊昇龍の一発一発の突っ張りが強いので、そこをどういうふうに最初の立ち合いで崩していくのかなっていうのを注目してみたいなと思ってますけど。大栄翔の突っ張りが強い。そうですね、大栄翔のね。はい。一発当たるとね、結構な重さがあると思うので、そこをどうやってこらえるかなという横綱の相撲ですかね。43代式守伊之助立行司が合わせます。結び前の一番。ちょっと引いてしまった大栄翔、そのまま豊昇龍がついていきました。豊昇龍勝って6勝目です。落ち着いて攻め込みました。独特の立ち合いですね。もろ手ですかね。両手を出しましたね。もろ手のようなんだけども、少しこう入った瞬間大栄翔を突っ張らせないようなためにただいまして豊昇龍の勝ち。こう刺していく感じだ。そうです。で右が強いので右さえ相手のね脇に入れば突っ張らせないようにできるっていう自信があったんですよね。それが早くできたのが良かったですかね。右を差しにいってるんですかね。でもやっぱり花田さんの時代の大人気の大相撲でしたよ、若隆ブームということでね。でもあの時の検証はそれほどでもなかった。そうなんですね。またルール違いますね。なんか企業の協賛とかなんかいろいろあるんですよね。今だから優勝賞金よりも検証で稼ぐ力士なんだ。そうなんですか。特に横綱のね。本当にね、一般のサラリーマンの方の年収を1回でもらってるんで。1回で？年収を？人によっては。2日間で600万円ぐらい稼いだ。600万？なんかあたりはね、2日連続で勤務してる。普通申告大変そう。だからそのために一応ね、税金を3万円ずつプールはしてそうなんですね。すみません、余計な話をして。調子戻ってきてるんですけどね。王鵬それは分かってるんで、一発当たって食い止めれば、力発揮するんじゃないかなと思いますけどね。そうですか。王鵬は返り三役で小結です。横綱怖がらず当たってもらいたいですね。はい。よついて。一気に出ました。これが大野里です。いやー、堂々とした横綱の相撲でした。もうこの白星がもういい薬ですよ。もう毎日いい薬を飲み始めましたね。いい薬って一応止めたらなんか CM 言ってるみたいだから、でも本当に横綱にとってはね、いい薬なんで。大野里の勝ち。もう左が昨日にすると左が入るか。このすり足ですよ。これパーってもう負けてもいいから行った方がいいんですよ。もうこれだけ大きいんですから。もう右でも左でも入ったらもう少しでも入って前に出ていけばこれでバーッと起こせますから、戦車ですよ本当に。相手の王鵬もそんな決して小さくはないんです。そうなんです。小さく見えないですよね。見えないですね。そう。明日どうでしょうか。さて今勝った大野里に代わって弓取式神と。こういう古来の儀式もいいでしょう。いいですよね。最後に弓取式という。北条の儀式なんですか。五穀豊穣がね、もともと大相撲のね、そもそもですが、最後はね、一番最後に勝った力士に代わって、いわゆる弓を持ち上げる弓取式というんです。だから今西方の大野里が立ちましたから、この弓取式を行っている神戸という力士は西方から上がって西方に下がる、そういう決まり。そういう決まりがあるんですね。途中の動きもね、西方のかす西からこう弓を掘るようなね動作をする。
弓を抜くっていうんですけど、これもその日によって変わるんです。違うんだ。で木が鳴ってこれで打ち出しという太鼓が打ち出されるということで、5時55分の打ち出しとなりました。さあこの後は今日スペシャルゲストの出口クリスタさんと花田さんが選ぶ今日の一番たっぷりと振り返ります。はじめに